紀元前3年、漢の都から見て東の地で奇妙なことが起こりました。人々が突然走り出したのです。手には一本の藁、それを見知らぬ相手に手渡していく。受け取った者はまた次の誰かへ渡す。道という道を藁を握った人々が埋めていきました。彼らはこう言い交わしていたと言います。これを持つ者は死なない。髪を振り乱し裸足で、夜には火を掲げて屋根に登り太鼓を打ち鳴らす。その数は1000を超え、やがていくつもの国を越えて都へと向かっていきました。彼らが命がけで祀ろうとしていたもの、それは一人の女神でした。その名を聖王母。不老不死を授ける優美な女神。私たちが思い浮かべるのはそんな姿かもしれません。しかし最初の聖王母はそのような姿ではありませんでした。虎の歯を持ち、豹の尾を引きずる、洞窟に潜む恐ろしいものだったのです。今回はその変容をたどります。死や災いに関わる異形がなぜ不老不死を授ける女神になったのか、その変化の中には古代の人々が死をどう見つめていたのかが静かに刻まれています。聖王母の最も古い姿はあの書物に記されています。仙外経。これまでの異形奇譚で何度も訪れてきた古代中国の正体不明の地理書です。その青山経に聖王母はこう描かれています。その形、人のごとく、豹の尾、虎の歯にしてよく嘘吹き、宝髪にして賞をいただく。姿は人のようでありながら、豹の尾を持ち、虎の歯を持つ。よくうなり、振り乱した髪に賞という玉の髪飾りをつけている。優美な女神とは程遠い姿です。半ば獣のような異形の神。そしてこの後に続く一句が聖王母の本質を静かに告げています。これ、天の霊と五山を司る。天の霊、それは疫病をはじめとする災いの木。五山、これにはいくつかの解釈があります。災いをもたらす星のことだとも、あるいは5つの刑罰を指すのだとも言われます。4世紀の学者角博はこれを災いと刑罰と殺戮の木を司ると注釈しました。仙外経は聖王母を3つの場所に記しています。海大法華では聖王母のために3羽の青い鳥が食べ物を運んでくると言います。大興聖経では外側を炎の山に囲まれた崑崙の地で洞窟に潜むものとして描かれます。その山は物を投げればたちまち燃え上がると言います。これらをつなぎ合わせると一つの姿が浮かび上がってきます。人里離れた山の洞窟の奥、虎の歯を持つ者がただうだっている。それが聖王母の最初の姿でした。ここで一つの疑問が生まれます。災いと死に関わる恐ろしい神。それがどうして不老不死を授ける女神へと変わっていったのか。その変化の入り口に一つの物語があります。紀元前2世紀に編まれた書物、恵南寺。そこにはこう記されています。ゲイ、不死の薬を聖王母に来い。黄が盗みて持って月に走る。弓の名手ゲイが聖王母から不死の薬を授かった。ところがその妻黄河が薬を盗んで月へと逃げてしまった。これが後に浄化本月として知られる月の女神の物語の非常に古い形です。ちなみに黄河という名は後に漢の皇帝の名を避けて浄河と呼ばれるようになります。ここで立ち止まってみたいことがあります。不死の薬を持っているのは聖王母です。第一章で見たように彼女は災いと死に関わる神でした。死に関わる神が不死の薬をその手に握っている。死と不死、本来なら正反対のものが一人の神の中に同居している。この奇妙な同居がやがて聖王母を大きく変えていくことになります。聖王母が人に近づいた瞬間も記録されています。牧天神殿には周の王が遥か西へと旅をして聖王母と出会い、陽地のほとりで灰を交わし歌を読み合ったと記されています。洞窟でうなっていた異形はここでは歌を交わす存在になっています。姿は少しずつ人へと近づいていきました。そして冒頭のあの光景に戻ります。紀元前3年、人々が藁を握りしめて都へと走ったあの年です。この年、中国の地はひどい干ばつに見舞われていました。
そしてその前後にも地震や日食といった災異が記録され、天と地の異変が人々の不安をかき立てていました。世の終わりが近いのではないか。そんな空気が国中に満ちていきました。そんな中で一つの噂が広がります。正史、漢序はこの出来事をこう書き残しています。人々は藁の札を手から手へと渡し、これを西王母の宙を行うと呼んだ。その数は1000を超え、26もの軍国を経て、都長安にまで達した。そして人々の間では、こんな言葉が書き写されて回ったと言います。母、百世に次ぐ。この書を帯びる者は死なず。西王母が人々に告げている。このお札を身につける者は死なないと。夜になると、人々は火を掲げて屋根に登り、太鼓を打ち、声を上げました。眠っていたはずの町の上に、火の列と太鼓の音だけが広がっていく。それは祭りというより、人々が必死で死から逃れようとする姿でした。なぜ人々はよりにもよって西王母にすがったのでしょうか。ここで思い出してください。西王母は災いと死に関わる神でした。そして同時に不死の薬をその手に握る神でもありました。死をもたらす力を持つ者は死を避ける力もまた持っている。死に怯える人々が最後にすがったのは死そのものに最も近いこの女神だったのです。逃げ場のない災いの中で人々は死を支配する神にどうか死なせないでくれと願いました。この騒ぎはその年の秋にようやく収まったといいます。これは伝説ではありません。正史に記録された実際の出来事です。紀元前3年、一人の女神をめぐって一つの国が揺れたのです。民衆の祈りを一身に集めた西王母は、この後さらに姿を変えていきます。虎の歯を持つ異形から、今度は絶世の美女へと、後の時代に編まれた幹部帝内殿。そこに描かれる西王母は、もはや全く別の存在です。紫の雲に乗り、天から皇帝の元へと降りてくる。その姿は30ほどのこの世のものとは思えない美しい女性であったと言います。洞窟でうなっていた異形は、ここに至って天界の女王となりました。そして彼女の名とともに語られるのが不老不死の桃、番頭です。3000年に一度だけ実をつけ、それを口にした者は不老不死を得るとされました。西王母はその桃を守る天界の女主人となったのです。ここで一つ奇妙なことに気づきます。西王母が握っていたはずの不死は物語の中でたびたび奪われ続けてきたということです。不死の薬はジョーガに盗まれ月へと去りました。不死の桃は伝説の中で東方策という人物に3度も盗まれたと言います。そして後の西遊記では孫悟空が西王母の祝宴、番頭絵そのものを荒らしてしまう。不死を授ける女神はいつしか不死を盗まれるほどの存在になっていました。それほどまでに彼女の持つ不死は人々の憧れだったのです。この女神は海を越えて日本にも静かに届いていました。古墳から出土するある種の鏡。そこには神々と共に西王母らしき姿が刻まれていることがあります。能の舞台にも3000年の桃を捧げる西王母が登場します。そしてもう一つ、漢の時代に作られた石の彫刻の中で西王母はしばしばある者たちを従えて描かれています。3本足のカラス、月のウサギ、そして9つの尾を持つ狐。そう、九尾子です。異形奇譚の第1回、私たちが最初に辿ったあの狐は、ここで西王母の傍らに静かに控えていました。仙外境の異形たちは、時を超えて同じ画面の中で再び出会っていたのです。西王母は変わり続けました。虎の歯を持ち、洞窟でうなる、災いと死に関わる神。それが不死の薬を握る神となり、災いの世で人々が死を逃れるためにすがる神となり、やがて不死の桃を守る天界の女王となった。死を司っていた者が死を免れる希望になっていったのです。それは矛盾のように見えます。けれど古代の人々にとって死と生は完全に切り離されたものではなかったのかもしれません。死に最も近いものだからこそ死から最も遠ざけてくれる。その願いの中で一つの異形は女神へと姿を変えていきました。その姿の変わりようはかつて見たもう一匹の獣によく似ています。仙外境の中で異形として現れ、後の世で美しく神聖なものへと変えられていった。
九尾の狐が辿ったあの道に。古い書物に残された偉業たちは、その時代に生きた人々の心の形でもあるのかもしれません。次に辿るのは空から来た偉業です。もともとは中国で夜空を裂いて落ちる不吉な光を指す言葉でした。それが日本に渡った時、山に住み、空をかける赤ら顔の偉業へと姿を変えていきます。天狗。中国の影はまだ続きます。偉業祈祷。また次の夜に。